はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日はメイクアップ動画になります。イエイということで、私の動画を見てくれてる方、お気づきかどうかわからないんですが、最近私アイシャドウ塗ってないんですよね。1ヶ月ぐらい前のその日本で買ってきたものだけでメイクするっていうそちらの動画を撮った後、お気に入りのメイク法がありまして、言った通りアイシャドウを塗らないんですね。アイシャドウ塗らなくて大丈夫みたいなくすみとかどうなのって思う方もいると思うんですけど、リキッドチークを使って全体的に血色感をアップして、アイシャドウも塗らずにツヤ感、重視、ナチュラル感、透明感を重視したメイクアップをするのが最近のお気に入りです。というのも50代全体的にくすんでる。でもくすみを隠すとやっぱりどうしても分厚くなっちゃうんですよね。ベースが分厚くなると肌が耐えられない。厚塗り感が隠せない。若い子は厚塗りしてもほんと陶器のようにつるんってその厚塗りが逆に可愛いっていう感じにもなるんですが、50過ぎて厚塗りしちゃうとどうしても重みだけが前面に出ちゃうんですよ。あとやっぱりかさついたりとかしちゃいます。なのでなるべくベースは軽く済ませたい。くすみを全部隠してコンシーラーとファンデーションで厚くカバーしちゃうとどうしても厚塗りになりがちです。これ今ファンデーション塗っちゃってます。ベースメイクは塗っちゃってるんですけどコンシーラーつけてません。私ぐらいのくすみ、クマ、シミだったら私はあんまりコンシーラー普段は使わないんですよ。この辺のちょっと目立つ乾パンっぽいところだけはささっとちょっとカバーをするんですけど、その他もうこの辺のクマ、目周りのくすみみたいなのはあんまりそこまでめちゃめちゃカバーはしません。ということで今日は血色チークで目周りのくすみまで飛ばす引き算メイクをしていきたいと思います。めちゃめちゃ時短にもなるし、ツヤ感も出るし、生き生きとフレッシュな印象にもなるので、コンシーラーとかもあんまり使いたくないなっていう方ぜひぜひ参考にしてみてください。ということで今日使っていくのはレラビューティーミニタイプのやつ私持ってるんですけど、この2色私このちょっと混ぜて使っていきたいと思いますこのちょっとくすみ系は今のところ隠さずにいきます。ではこの2色を混ぜていきたいと思います。リキッドチーク何がいいかってやっぱり大人の女性はリキッドチークで下から血色感を出すっていうのはやっぱりナチュラルなツヤを出すのにとってもいいと思います。はい、こんな感じで2色出しました。これを私はこういうちっちゃいクッションパフみたいな、それで叩き込むのが好きです。ブラシでやる人でもいいし、普通のスポンジでやる人でも大丈夫です。これを一緒にちょんちょんちょんと混ぜていきます。これ直接乗っけちゃうと穴が開いちゃうの結構チークの入れ方なんですけど、私は広めに入れるのが好き。あとは上目に入れるのが好き。というのも私も見ても分かる通りこの辺がここゲソっとしちゃってるのなので昔みたいに下目にチーク入れちゃうと本当にここが余計にゲソって見えちゃうので、入れる位置はこの辺、この頬骨の本当にこの辺を中心に入れるようにちょっとこっち側に引っ張ってこういう感じで入れてあげます。入れてみます。この辺を中心にあんまり中央まで入れるのが好きじゃない人もいると思うんですけど、あんまりこっちだけ入れちゃうとちょっと昔っぽくやんちゃな感じに見えちゃうので、この頬骨を
くるむようにこの辺一帯にね入れてあげてください。こっちも入れてこうバランス見ながらね、片方仕上げて片方っていうよりはちょっとずつ両方のバランスを見ながら、入れすぎたとしても後でねファンデーションで押さえれば全然大丈夫なので、恐れずに入れてみてください。私は結構中まで入れるの好きなので入れちゃうんですけど、あとねこの辺もね入れるの好きなので、ちょっとこっち入れすぎちゃったね。最初にちょっとこっち入れすぎちゃったんで、後でちょっと入れすぎたらね、こういうファンデーション塗ったやつでなじませてあげると、ほらもうだいぶねなじんだんじゃない？はい。でこのクマのここのラインよね、ここがすごくクマっぽく見えてしまうところだと思うので、ここねそうここの青っぽいっていうか茶色っぽいっていうか、ここのねオレンジでちょっとだけここを隠してカバーしてあげるぐらい。そう、この辺にもこうやってちょっとね入れてあげてください。そうなのでチークをここに入れ、ちょっとだけここに差し掛かるぐらい、ほんとここもちょっと入れてあげてください。そうするとなんかこのくすみの青茶みたいなのをオレンジで補正してくれるので、ちょっとねカバーできます。コンシーラーもこういうのってオレンジで消すでしょ。それと一緒。アイシャドウも私塗らないって言ったんですけど、塗ったこのやつでこのままアイシャドウの部分っていうか、ここのね、私ここがくすんでるのね。ここがなんかへこんできてるっていうか、それをこれでちょっとこうカバーしてあげる。なんかオレンジ色を入れるとかピンク色を入れるっていうイメージよりは、このへこんで影になってる部分の影色をこのチークカラーで補正してあげるようなイメージです。なので別にね色がつかなくていいけど、うっすらこのオレンジで茶グマ青グマみたいなのが補正できる、そういうイメージです。こんな感じ。もうめちゃめちゃツヤもめっちゃいい感じで入りました。でもしちょっとなんかつきすぎててって思ったら、こうねファンデーションをなじませたパフでトン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 とちょっとだけなじませてあげると、もうなんかこんな感じで落ち着きました。シミだのクマだのがまだちょっと目立って嫌だなっていう場合、私はここでまたさらにちょっとだけ補正してあげます。ちょっとちっちゃなね、こういう汚いこういうブラシ、これね結構コンシーラー使ってるので、ちょっとだけコンシーラーをトン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 、こんな感じでそんなにねそこまで隠さないけど、ちょっとこう隠したいなっていう部分だけ足してあげます。でチーク塗った後にこれコンシーラーしたらまた白く浮いちゃうんじゃないって思うじゃないですか。それも今からねやってきます。こんな感じでほんとちょっとだけね、こんなこう置きましたでちょっとね周りをぼかしてあげてなじませて、こんな感じでぼかして、ここのクマのここももしまだ気になる人はここだけ、ここがねやっぱりちょっとどうしても消えづらいとは思うので、ちょっとだけトン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 と
そう、ここのねラインだけね消えれば意外とごまかせるんよね。そうはい、こんな感じでコンシーラーでちょっと消しました。はい、それでパウダーをね叩きたいと思うんですけど、パウダー今回ねこちら使います。エレガンスね。そう、私これ好き。これとあとねチークナーズのこれもねミニサイズ、お試しサイズでいいよね。オーガズムです。こうよくあるやつね。昔からあるやつね。これとオーガズムを気持ち混ぜます。そうするとちょっとピンクオレンジっぽい、でもパウダーっていう感じ。これをねこのチークの上、今ここ隠したところトン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 なじませてあげます。そうするとさっきのここの隠したこのコンシーラーのところがパウダーとチークのいいとこ取りで補正されつつ抑えられるっていう。この辺もちょっとここねちょっとこれで押さえてあげる。軽く押さえてあげる。そうだからこの辺に全体的になんとなくパウダーとチークを一緒に入れてあげるね。で他の部分はもうこのねパウダーだけでちょっとね軽く押さえて、こう目の上もねさっきのオレンジのやつでこうやってあげるといいと思います。そしたらもうこのパウダーチークだけちょっと部分的にねさっと足して、さっきのね色味をもうちょっと足してあげる。意味わかんないかなそうするとさっきまではここだけオレンジみたいな感じだったけど、全体的にこの辺にねふんわりとしたチークカラーが全体的にね乗っかって、ほらなんか血色みたいな血色っていう感じになりました。なのでここだけチークみたいな感じにはなってない。イエーイ。私最近ねこれが好きなの。すごくナチュラルな感じになるでしょ。それでここからさらにハイライト足します。で今回ねハイライトまたこれ使おう。これねディアダリアさんのピンクのハイライト、ピンク系のこちら使っていきます。目頭とここのね真ん中だけ入れてあげます。目頭と真ん中、しかもなんかあんまり広めっていうよりもう本当にこの一番高い部分だけ、こことここ、こうするとさっきの血色感にプラスナチュラルなね光が入って、目元がねそれだけでなんかナチュラルなのにふわーんってこうふわーんってした感じになります。じゃあここでねアイラインを入れていきます。またビボのこちら使っていこうかな。そうで最近は本当に目尻とインラインだけ。目尻とインラインだけ入れることが多いかな。まぶたがくぼんできてるのであんまり外にアイラインを引くっていうよりはこの本当にインラインと目尻だけするとそれだけでもっと大きくね見えます。ラインをディオールのこのちょっと明るい茶色みたいなこちらでぼかしていきます。こんな感じです。
アイラインはこのぐらい、まあナチュラルね。でマスカラをした後にちょっともう一回ねリキッドで足していきます。マスカラはヒロインメイクだ。まあいいやの、とりあえずブラウンです。ついちゃうね。マスカラ難しいよね。特に自分結構ほら距離感がさ分かりづらい、客観視できないから。下も塗ってみるか。ラブライナーのちょっとグレーっぽいね、グレーッシュなやつでちょっとだけこんな感じ、こんなもんでちょっとだけ目尻にピンク入れます。こんな感じ。めっちゃナチュラルじゃない？でアイシャドウを塗ってないんですけど、血色感でくすみを消して自然なツヤで、なおかつハイライトで光だけ入れてます。締め色はしてない。リップを塗ってないので血色が悪いんですけど、最近私リップも塗ってない。リップも引き算メイクって感じで影色だけ入れて、あとは色を補正する感じにしております。で影色だけ入れてみる。そう最近ね、ほんとここの影入れてちょっとでここの影入れて、ここの影入れて、ここの影入れて、あとここの下を影入れて、でちょっとだけ口角上げて入れて、でくすみがねすごいんですよ。なのでくすみをこのね、外側が血色が悪い、中はピンクなんだけど、外側のこのねちょっと紫色みたいなこの色をちょっとねピンク系のリップライナーで色補正していきます。そんなになんかの縁を取るっていうよりは、くすみを色でちょっと補正してあげる。なのでこれでねちょっとだけこう線でこう縁取るんじゃなくて、まあ、塗り絵みたいな感じでちょっとこうね、ちょっと指でなじませる。もちろん筆でねやってもいいけど、自分のメイクなんでね、こう縁を指でこうちょっとこうぼかしてあげて、そうするとほらこれだけでもちょっと色良くなったでしょ。この上にちょっとだけ、色をねあんまり入れない、グロスでもいいし塗ってください。あんまりねツヤツヤなグロス塗っちゃうと唇だけ浮いちゃうので、なんかこのぐらいのナチュラル感、こんな感じ。全体的にちょっとだけ、ね、ハイライト足します。この辺は指でね、この辺はツヤが足された。そうこれでもっとねチークもうちょっと足したいよっていう人は入れてもいいです。私基本的にチーク好きなチークが好き。はい、こんな感じできました。イエーイ。どう？アイシャドウ塗ってないんだけど、くすみはさっきのね言ったみたいな血色感でカバーされてるんじゃないかなと思います。こんな感じ、めっちゃナチュラルで、コンシーラーもねほんと部分的にこの辺にしか塗ってないので、そこまで厚みは出てないし、その上からまたチークね足したので白浮きもしてないし、
どうでしょう、こんな感じでできました。これが最近の私のナチュラルメイク、普段使いのメイクになります。今一生懸命説明しながらやったので多少時間かかったんですけど、もうアイシャドウも塗らないし、ただのリキッドのやつをタタタタと塗ればいいだけなので、かなりね時短になるんじゃないかなと思います。でナチュラルに厚みがなくくすみを飛ばすメイク、引き算するメイクで血色感をアップしてみました。ぜひ参考になさってみてください。はい、ということでこんな感じで今日の動画が役に立ったと思っていただけた方はぜひねチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。最近暑くなってきましたけれども、皆さんね健やかにこの夏ねお過ごしください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。